皆さんこんにちは、ルリコです。1ヶ月旅から帰ってきました。今回の動画は1ヶ月旅の振り返り、良かった点、悪かった点、そして旅費にいくらかかったのか紹介していきたいと思います。はい、では持ち物編ですね。これは持ってってよかった、これはあんまり良くなかった、そういったところを紹介したいと思います。まずは服装ですね。今回私は5月下旬から6月下旬にかけて1ヶ月弱旅をしたんですけれども、この気温差がね結構大変でした。出発した当初は石川県、富山、新潟あたりはもうすごい暑くって半袖の気候だったんですね。それがどんどん北上するにあたって寒いんですよなのでその服装に関して私が準備したのは結構良かったなと思ったので、改めて紹介したいと思います。はい、今回メインで着ていたのがこの串種のジャケットです。これがすごくってですね、普段普通に着ていると春っぽい生地感のジャケットなんですけど、はい、これどこが変わったか分かりますか？これチャックが2パターンあって、こっちにあると普通のさっきの状態なんですけど、もう1個で広げてこうチャックをしてあげると、ここがメッシュなんですよね。でここでベンチレーションとかをこういう風に上げてあげるとメッシュジャケットになるんです。はい、なのでめっちゃ暑くなった時はこういう風にして風を取り込んでました。そしてその下に着ていたりしたのが同じく串谷のパーカーですね。こちらはほぼ普段着、ちょっと肌寒いなと思った時に羽織ったりとか、あとは街歩きをする時にこれを着たりして動いてました。これが多分一番着てた率高かったと思います。はい、そしてこちらが防風のインナーです。もうめちゃめちゃ薄いインナーなんですけど、これは多分ナップスとかで買ったかな、かなり前に買ったんですけど、これやっぱり1枚あるとないとでは全然風の通し方が違うので、ちょっと肌寒いなって時に羽織るのに良かったです。はい、でプラスしてこちらがユニクロのウルトラライトダウンですね。これもかなり薄手のダウンなんですけど、折りたたみするとすごく小さくなるので、旅にはとってももってこいだったんですね。もうマックス寒い時は一番下にこれを着て、その上にこの防風インナーを着て、で串谷のパーカーを着て、で最終的にこのジャケットを上に着ていました。でそれでも寒かった場合はカッパですね、カッパを着てしのいでました。もうこの組み合わせは最強でしたね。自分我ながらいいアイテム持ってったなって思ってます。はい、同じく服装編でこれです。こちらはモンベルのカッパです。これも1ヶ月旅出発します時に紹介したものなんですけど、これは正直一番高かったものなんですが、はい、このカッパは本当に染みなかった。結構豪雨の中走ったりとかしたんですけど、全く染みなかったですね。染みないってことは蒸れるんじゃないと思いきや、そういう蒸れとかも感じなかったので、これは本当に買ってよかったです。同じく雨関係でいうとこちらですね。視聴者さんにいただいたものなんですけど、これバイクカバーです。宿泊先で雨に濡れる場面があったりしたんですね。でそういった時に軒先に止められればよかったんですけど、止められない時はこういうカバーをかけておくことによって大切なバイクが濡れずに済んだので、本当に重宝しました。続きましてバイクのスタンドの板です。はい、これね実際に使ってたものとはまた別なんですけど、千里浜でバイク止める時とか、もちろん砂浜だからスタンド埋まっちゃったりとか、ツーリング先で結構ぬかるんだところに止めなきゃいけないっていう時でもこういうのがあってすごく助かったので、知らない土地に行くからこそその止める場所の状況がわからないから、こういう板は必要だなって思います。ちなみにこれはダイソーのなんかキャンプグッズのこのまな板みたいなのにただ紐を引っ掛けただけです。はい、続いてこちら串谷のヒップバッグです。これがね本当に素晴らしくって、もう中もめっちゃ入るし、この間が入れられるんですけど、ここに例えばちょっとした衣類とか、あとは私の場合は三脚とかもここに入れられたりするので、本当にこれはいいです。
でこれの嬉しいところはウエストポーチなんだけど、こんな感じでショルダーバッグになるんですよ。こうバイクから降りて観光する時、ウエストポーチだとこうなんか歩きづらかったり、結局なんか腰から落ちてってしまったりして気になっちゃうんですけど、このショルダーバッグにすることでなんかこう何も気にせず両手離して観光ができたのがすごく良かったですね。これおすすめです。はい、もう一つカメラ機材編なんですが、それはこちらって言ってもインスタ360ですね。これが見えない自撮り棒なんですけど、要はこういった映像が撮れるんですね。一人旅だとどうしても撮れる画角が決まってきてしまうんですけど、こういう360度カメラで見えない自撮り棒があることによって自分が走ってる姿を撮れるっていう貴重なねシーンが撮れましたので、これは良かったです。はい、そして次がこちらですね。こちらが、ちょっと手前味噌になってしまうんですが、こちらが私のオリジナルアイテムで、これがペットボトルとキャップホルダーです。これがね本当に重宝しました。こういったとこにつけたりできるものなんですけれども、こんな感じでですね、ペットボトルとキャップをこのような形でこう吊り下げることができます。これをズボンのところにかけてもいいし、私は今回こんな感じでシートバッグにつけて運んでたりしてました。これはまだ発売していなくてですね、本当にちょっとずつしか入荷ができないので、ぜひ気になる方は私の公式 LINE、 そしてグッズ販売サイトをフォローしていただければこそっと販売告知するかもしれないのでよろしくお願いします。はい、というわけで以上が今回の旅で良かったものの紹介でした。で、今回持ってって無駄だったなってものはなかったですね。はい、続きまして持っていけばよかったもの、皆さんご存知かと思いますが、私はパンクしました。パンク修理もキット持ってってませんでした。というわけで第1位はこのパンク修理キット。帰ってきて速攻買いました。やっぱりこういうのは持っていかなきゃダメですね。旅をしてその大事さがよく分かりました。はい、そしてもう1点がこちらチェーンルブですね。やっぱりかなりの距離を走るので、つどつどこういう油をさしてあげなきゃダメだなと思いましたね。はい、これも持っていかなきゃダメでした。続きましては情報収集編ですね。今回旅でいろんなところに立ち寄ったんですけど、どうやってそういうスポット探してるのっていう声もあったんで、紹介すると、まずは SNS ですね。 Twitter、Instagram でおすすめスポットを教えてくださいって言った時に教えてもらったスポット、あとは Instagram の写真を見て、ここいいな、ここどこだろうって時に知った写真スポット、ここを回ってたりしました。もう一点が以前も私東北ツーリング帰りに紹介したと思うんですけど、絶景ハンターっていうやつですね。これがですねすごいよくって、地図上でおすすめスポットが分かるので、今の自分の地点とここだったら行けるなっていう範囲がすごく分かりやすいので、その絶景ハンターを使いながらも走ってたりしました。で、その絶景ハンターっていうのがスタンプラリーイベントなんですね。登録されたおすすめスポットに行ってスマホ上でスタンプをゲットするっていうイベントなんですけど、それがね面白くってついついスタンプを集めちゃうっていう感じなんですよね。私が以前参加していたのは絶景ハンターシーズン2っていうものだったんですけど、シーズン3っていうのも始まるみたいで、開催期間が8月の6日から11月の6日までとなってるみたいです。で、前回のシーズン2と違うところが、今回はダムをメインとしているそうなので、その全国各地のダムのスポットに行ってスタンプを集めて、そのスタンプをたくさん集めるといろんな称号がもらえたりとかポイントがもらえます。で、そのポイントを引き換えにプレゼント応募権利とかも変わってくるので、なんかゲーム感覚で楽しいと思います。私もシーズン3また参加したいと思ってます。そして気になる旅費です。旅費を発表させていただきます。ガソリン代5万71円、ETC 代5万4227円、食費2万7302円、観光費1万5220円、タイヤ代2万6000円、フェリー代6万8380円、ホテル代15万7149円、雑費1万3387円、
総額が41万1736円。いやー、かかりすぎ改めて計算すると恐ろしい額になってましたね。ちなみに言うと、間でお仕事が入ってたりするので、そのお仕事の間のガソリン代、宿泊費は除いてあります。にしてもホテル代が高かったですね。やっぱりキャンプってすごいんだなって思いました。で、ホテルは基本的にビジネスホテルを中心に泊まっていって、でどうしても予約が取れないって時はちょっとだけ高いところに泊まったりはしていたんですけど、そこまでめっちゃ贅沢なホテルに泊まってたわけではないです。ただやっぱり長い旅だとそのホテル代が高くなってしまうので、ライダースハウスとか泊まってみたいなとは思ってます。ちょっと怖いけど。はい、というわけで今回の1ヶ月旅、良かった点悪かった点、旅費のご紹介でした。やっぱりお金はかかりましたが、でもその分いろんなことが経験できたので後悔とか全くしてないです。むしろまたいろんなところに行きたいなと思っているので節約頑張ります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?